はいどうも、市川の便利屋です。本日は皆さんの好きな上り竜除去、ツタの除去の動画となっております。もう勝手にもうツタのことを上り竜って言っちゃってますけどね、天にも昇るような高さまで伸びますから、僕はそう呼んでおりますけども、結構途中でハプニングがあったりとかして大変だったんですけど、その様子をダイジェストでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずは仕事前の状態の確認ですね。見ていただきましょう。はい、見事な上り竜が3階まで伸びております。3階の屋上まで行っておりますね。はい、これ夏場だともっと葉っぱが茂っていて、もうジャングル状態だったんですけど、今葉っぱが落ちてちょっと落ち着いている状態ですけども、この葉っぱが落ちまして、このツタが残っている状態ですね。この線が残っている状態だけ見ても結構広がってるなっていうのが分かりますよね。で、窓の格子に絡まっている状態からしてもなかなか取りづらいなということが分かりますよね。どうやって攻略しようか。まずはもじもじタイムから始まるわけですけどもね、いつも通り。はい、そして隣とのこの境目がですね、30センチぐらいしか空いてないんですよね。東京都内ですから、もう建蔽率が高いわけですよね。ですから、この壁と家の間が非常に狭い。この塀と家の間にもちゃんと入れるのかどうか、それもまだわからない状態で今から仕事を始めなきゃいけない。そして3階登ってみました。そうしましたら本当にもう力強く伸びたって感じのね、もう台風が来ようが壁紙から絶対剥がれるかっていう感じのね、しっかりとしたつるの張り方してますよね。このツタっていうのは先っちょに吸盤がついてるんですよね。その吸盤でくっついてると。だからなかなか剥がしづらいんですね。そしてあまり無理やり剥がそうとしてしまうと壁紙を傷つけてしまうかもしれないと。そういったジレンマがあってですね、なかなかどう攻めるか悩んだんですけども、一応ご依頼主さんからはもうそろそろ壁紙を塗り直す時期ですから、少しぐらい傷つけても仕方ないねっていう話はいただいたんですけど、なるべく傷つけないようにやっていきたいと思います。それではダイジェストを見ていただきましょう。どうぞ。さあ始まりました。まずは表面からですね、こういった大きな仕事をさせてもらうときにまずやるところは簡単そうなところですね。まずは小手調べで簡単さなところを攻略してですね、そのなんていうかコツをつかむというかね、そういうことをやってます。これ今20倍速でやってます。雲の動き分かりますよね。かなり早く動いてるのが分かるんですけども、コツコツ今取っておりますね。一個一個丁寧に剥がしながらやってるんですけども、これ寄らないとね、なかなか何をしてるのか分かりづらいっていうね、ちょっとカメラ寄りましたけども、なかなか今寄っていってますね。それでもちょっとね、この細かいところは何してるのかちょっと見えづらいんですけども、大きなね枝を取るときはちょっとわかるんですけども、さあ細かいのどうやって取っていこうかなってね。今2階のベランダからだったけど拉致が開かなかったので今3階に登っていってますね。3階から今覗きましたね。さあここからどうやって取っていくかっていうところなんですけども、カメラの位置調整をしまして、もじもじタイムですね。すいません。毎回あるんですね、もじもじタイム。カメラのアングル考えたりとか、どの順番でやろうか。結局ね、上から落としていくわけですから、上から順番に取っていくっていうのがやっぱセオリーでしょうね。ちょっと最初は小手調べでどれぐらいの強さで張り付いてるのか見るために下からやりましたけども、やっぱり掃除とかもそうですね。上から掃除していって、階段もそうですね。掃き掃除するときも上から掃除していって、掃き掃除していって、下にだんだん落としていくと。いうことですね。下からやるとまたね、ほこりがまた下に落ちますからね。そういうことを考えると上からやるっていうのはやっぱセオリーでしょうね。これなかなかね、上から覗いてるとすごい光景ですね。先ほど、ちょっと現状を調べるところでね見てもらいましたけども、やっぱちょっと下を見るとうってなりますよね。別に高所恐怖症ではないんですけども、やっぱちょっと頭よぎりますよね。これあんまり乗り出すと落ちるんじゃないかってね。だんだんねこういった作業もやってると高さも慣れてくるんですけど、ちっちゃい頃ね木登りとかやってたんですけど、さすがに3階の高さ、つまり12、3メートルですよね。それぐらいの高さっていうのはあまり経験してないなっていうのは確かに思いますね。ちっちゃい頃に、崖から飛び込みとかもやってたんですけど、それでも多分5メートルぐらいでしょうね。上に登ってみると体感がすごく体感的にはね高いとこから飛んでるように見えるんですけど、あんまり下から見るとそんな大したことないなっていうね、そういうギャップがあるんですけども、今回もそうですね。3階はだいぶ高く見えましたね。さあメインのツタの方に今ちょっとね手が入りましたけど、
さあこれを剥がすをどうやって剥がそうかって感じですけど、まずちょっとねこちら側の面にくっついている、根っこというかね、このブランチの方をですねちょっと剥がしつつやってますね。はい、メインの面の方ですね、この北側の方の面に行った時に、剥がしやすいように今こちらの面を取っているということですね。全部つながってますからね。はい、こういった細かいとこね、手で取れるところはむしっていって取っていくと。それでもやっぱ残りますよね。この吸盤の部分が残っちゃうんですよね。それは仕方ないよって言ってくれてました。実際このご依頼いただくまでにですね、ある程度ご依頼主さんも取ろうとしたらしいんですけども、全然手に負えなかったらしいので、今回のご依頼に至ったということですね。しかも僕が以前やった上り竜のね、動画ですとか、ジャングル伐採っていう動画を見てくださった上で、僕に依頼をいただいたということで、本当にありがたいなと思いますね。今回一応6時間ぐらいの作業で終わるかなという予想を立ててやってるんですけども、途中でねハプニングが起こってしまって、なかなかそれがね難しかったんですけどね、それは後ほどお見せしますけども、はい、この辺りも順調ですね。あと火がまだ高いですから余裕こいてやってますから、はい、そして1階の方に降りてきまして、この根っこをね、見つけ出してここを切る作業ですね。また生えてきては困りますから、根元をまずやっつけていくっていう作業ですね。はい、壁際にある、根っこを発見しました。ここを根絶しとかなきゃいけないね。はい、本当はね、抜根までしたらいいんですけど、今回抜根は必要ないよと言ってくれたので、とりあえず傷をつけて、切り目をね、つけておいて、後で、除草剤を撒いていただくという作戦でやらせていただいてます。はい、その代わり、すべてのツタの根元はですね、必ずこうやって切っておりますね。で、分かりやすいように、あえてちょっと長めに置いてあります。はい、その方がね、後でご依頼主さんが探すときに見つけやすいですからね。いや、ほんとツタってね、ちょっとのこのスペースがあっただけでも生き生き生えてきますからね、恐ろしいですよね。で、今回ね、30センチの幅ということで、もう正面に立ってはこう進めないんですね。これ画像を見てもらって分かる通り、もうこんなもうグラグラした状態でしか進めなかったんですね。はい、これノコギリも入れてこう隙間がないなって隙間をこう作りながら、はい、片手でかろうじてカメラで撮りながら、おそらくここの角度で撮れてるだろうっていうのをね、感じながらやってました。予想しながら、実際撮れてるかどうかこれ見てみるまで分かんなかったんですけど、一応これ撮れててよかったですけども、途中もっとねまたグラグラしますけど、そのあたりご了承いただけたらと思います。はい、とりあえずもね片手で伸ばすしかないんですね。両手でこう押さえることもできない、もう幅がないから、だからこれ半身になって進むっていう感じでやってますね。でこうやってる最中でも右側のブロック塀にこの僕が半袖着てるから悪いんですけど、肘が当たったりとかして擦り傷だらけになりましたね。それは僕が悪いんですけども、幸いなことにヤブ蚊がいなかったっていうのはねありがたいですね。やっぱね東京っていうのはねやっぱ千葉とかと比べて全然蚊の量が違うので助かりましたね。あと時期的なものもあったんですけどもね。はい、そしてこの壁ですね、今ちょっと見えましたけど、このトタンのね、壁がですねちょっとパタパタなってなかなか、通りづらかったっていうのがあってね、これがね後ほどお伝えするトラブルの元になったんですけどね。はい、またお伝えしますね。さあ進んでいきまして、この格子のとこですね、格子に巻きつくツタも厄介ですよね。で格子がね最初取れるかなとかいう話してたんですけども、格子の裏の、窓がですねまた蛇腹のこの、なんか開閉式の窓だったんですね。でそれを外そうとするとちょっと破損してしまうかもしれないということで、それは断念したんですね。ですので、今回のご依頼としてはできる範囲でやってくださいということですね。全部取ることはもう諦められておられました。はい、窓の格子取って、そこからね手を伸ばせばいけるかなとかね作戦で事前に打ち合わせしてたんですけども、それは仕方ないで、最悪ここのねメインの一番のこの上り竜、これが取れたらいいでしょうということで、とりあえずこのメインのぶっとい上り竜ですね、これを今ノコギリで切ろうとしてるんですけども、今回この配管がありまして、この配管に阻まれてまずノコギリが届かないっていうね、そういう問題ですね。そもそも切れる武器は持ってんだけどそこに手が届かないっていうね、ここまでね建てた時考えてないですしね、家を建てる時にツタが生えてる
状況なんか誰もね想像しないですからね。けど本当ツタって、賢いですよね。こうやってツタがこの配管の裏に回り込んで生えているっていうね、こうすれば敵から襲われないだろうということをおそらく自然と考えてるのかな。それかたまたまここに飛んできた種だけが生き残ったとも考えられますけども、でもご依頼主さん実はいつもこちら側の壁側の面を見ずにいつもお仕事行く時に、行っておられる。つまりこれ北側なんですけど南側に移動されるので、ここの状態をね全く見ない状態が続いてたんですね。である時パッと北側に行った時にいつの間にかこのツタが広がっている光景が目に入ったということで、びっくりしたらしいんですよね。で結局夏前にそれに気づいたんだけど、夏の間はもうジャングル状態、葉っぱが生い茂ってるのでさすがにその時期は取れないだろうということで、今回、10月のご依頼ということになったんですね。でその間もねお隣さんにいろんな葉っぱがね落ちたりとかして、ご迷惑をかけてたらしいんですけども、とりあえず今回、なるべくこのツタを取ってですね、そういったご近所迷惑の元を断とうかなということを考えております。さあどうにかノコギリが入る角度を見つけまして今切っておりますね。 なるべくね壁から外してからノコギリ入れないと壁傷つけちゃいますからね。はい、どうにかこの分断することができました。でこの下側の株の方に後で除草剤を撒いていただくということですね。当日は負けなかったんですけども、翌日に除草剤買ってきて撒いていただいたということですね。傷口がまだね開いている状態で撒いてもらった方が有効かなと思いますね。最近の除草剤っていうのは根っこから吸うタイプではなくて傷口にこう染み込ませて、根っこまでこう染み込ませていくっていうパターンが多いみたいですね。はい、また苦戦しておりますね。このカメラどうにかこの右が見てもらって分かりますかね。上に釘が出てるんですよね。それがまた怖かったですね。ほらこの釘に何回か手刺さりましたけども、こういったね人工的なトラップとも戦いつつやるっていうのがね、便利屋の仕事ですね。結構やっぱ人が入りにくい場所での作業とかいうのが来たりしますね。やっぱりね自分で解決できるような仕事っていうのは人に頼まないですからね、そもそもね。はい、さあ今とりあえず根っこの部分をどうにかして、最終この上り竜、ボスキャラですね。ボスキャラの退治に今挑もうとしています。はい、この時点でもすでに4時間経ってですね、はい、実は先ほどの根っこをね、切ってる最中にですねトラブルがあったんですね。何があったかというと、お隣さんとの間にあったこのトタンの壁があったんですけど、それを外していいよっていう話になったらしいんですけども、どうやら行き違いがありまして、外すんじゃなくてちょっとこの作業をするときに移動させてもいいよっていう解釈だったらしいんですね。そういったことを、ちょっと行き違いがあったもんですから、僕としてはもう外してもいいということを聞いてたもんですから外し始めてたんですね。そしたらお隣さんがやって来られまして、いや外すんじゃないよと、元に戻してくださいというふうに言われたもんで、修復作業してたのでね、その修復作業に1時間半から2時間ぐらいかかってしまいまして、今時間に追われた状態で今作業しているということになってます。時刻は今4時ですね。日没まで1時間、そういった時間が迫った状態で今焦りながらやってます。この上り竜はとりあえず外さないと今日のお仕事来た意味がないという状態でこう焦ってねやってるんですけども、でも幸いねお隣さんが壁をね修復したことによって機嫌が良くなられて、もしくは友好的になられまして、なんかもしよかったらこのお隣さんのこの敷地に入ってちょっと取る作業させていただけませんかというふうにお願いしたところですね、どうぞどうぞと気をつけてねということをね言ってくださいまして、で一緒にこう足場を作る作業とかねやってくださったので本当に助かりました。おかげで、どうにか今ボスキャラがですね今上から引っ張ってますね。どうにか下からですねこの上り竜がくっついてるところ全部今外して浮き上がらした状態ですね。でそれで上からですねどうにか引っ張り上げて見事上に引き上げることができました。さあそして結構これもねもう木の枝状態ですね。これを今下に落とすところですね。これで最後ですね。さあ1、2の3と
勢いつけて、はい、角度つけて、はい、落とし終わりました。はい、これで作業終了ですね。はい、ここでもう真っ暗になってしまいましたね。ここで終わってしまいました。本当だったらトラブルがなければ2時間、あと時間あったので、もうちょっと取れたんですけども、最低限、この配管の周りの上り流は取ることができたと。はい、最初こんな状態でしたからね。比べてもらったらわかるんですけども、はい、この状態が、もう手前のね、コーナーの、はい、でっかい上り流が、どうにかこの夜の状態とちょっと比べてみましょうか。はい、これがどうなったかというと、はい、こうなりましたね。はい、とりあえずはしばらくは葉っぱが落ちないであろう。そして下の方の根元のね幹は切ったので、これ以上広がることはないという状態はどうにか保てました。はい、でご依頼主さんも、仕方ないですねと。はい、で表目はね綺麗にきっちり最初のうちに取っておいたので、この状態なんで、表見る分にはツタ屋敷みたいなね、お化け屋敷みたいな状態は避けることができたかなと思いました。はい、ということでこの6時間の作業でいただいた作業量を発表したいと思います。今回いただいた作業量は8万円でした。プラスお隣さんから差し入れで北海道のお土産いただきました。ありがとうございます。結局お隣さんとも仲良くなりました。ありがとうございました。ということで、これまでで一番1日の作業量としては一番高い作業量をいただくことができました。ありがとうございました。なんかね、この動画だけ見てもらったら、なんかこの作業で8万円は高いんじゃないかっていうね、僕もそう思うんですけども、実際もう撮ってる暇がないぐらいいろんな作業してましてはい、そのあたりが見せれなかったのが残念だな。実は大きな木が生えてたんですけども、その木の撤去もやったりとかもしてたもんですから、はい、そういうのも含めて、のお見積もりを出させていただいた次第ですね。はい、以前、やらせていただいた港区での上り流の伐採、除去ですね。あれが 2.5 メートルの幅だったんですね。3階建ての建物に巻きついたツタっていうのは3階建て用のツタの単価がありまして、でそのツタ除去単価かける 2.5 メートルという計算でやらせていただきました。詳しくは、こちらの動画の概要欄に載ってるんですけども、今回はちょっと幅が広かったもんですから6メートルで計算させていただいたのと、木の撤去という作業も含めて、この値段になったということですね。はい、ツタの除去っていうのがですね、草抜きとかと比べて、4倍から6倍ぐらいの単価の設定になっているもんですから、こういった高額の作業量になったということですね。あと途中での起こったハプニングですね。壁の修復作業がなければもっとツタを丁寧に取ってですね、もうちょっと下の方とか綺麗にすることができたなというふうに思うんですけども、日暮れが来てしまったのと、もともと予定してた5時に終わりますという、予定だったんですけど、一応6時まで作業させていただいたんですけど、それでも終わらなかったんで、ここで OK ですよというふうにご依頼主さんには言っていただいたので終了ということになりました。はい、何よりもお隣さんとの関係が悪くならないようにできたっていうことでね、とりあえずもう2人とも安堵したんですね。途中ちょっと、大丈夫かなっていう風な感じになってたんですけどね、壁がこう壊されて、知らない間に壊されて大丈夫なのみたいなね、そういう不安っていうかびっくりしたお隣さんがあったわけなんですけども、修復してちょっとなんだったら余分に修理とかも僕はしたもんですから、それでちょっと機嫌を直していただいたということで、最終的には仲良くなれたんで、そういった面で関係が悪化せずに終われたっていうのは、それが一番本当にご依頼主さんも僕もほっとしたとこでした。はい、大事に至らなくてよかったです。結構このツタで悩んでる方がおられて、また今度ね他のところでもご依頼いただいてるんですけども、定期的にねこういったツタ除去の動画はお見せできるかなと思います。やってて僕もねツタ除去ねそんなに嫌いじゃないですね。もう臭いヘグソカズラってやつもね匂いが結構慣れてきましたね。結構ねニンニクに似てるんですね。ニンニクのすりつぶした時の匂いに似てるんですけども、ニンニクそんなに嫌いじゃないので、ヘグソカズラも匂い的にはもう攻略しましたので、あと大体ツタの特性とかね、どうやったらこう取りやすいかっていうのもだんだん分かってきたので、はい、ツタの除去で悩んでる方いたらご連絡いただければと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。